2017年5月、新入社員の方々が5月病と戦っている中、極限のカードバトルを見守るのはハライチ岩井、仮面女子月野モア、桜井由紀、そして声優界一バトスピ愛が強いと言われる男、木山茂雄。前代未聞の賞金100万円をかけたカードバトルエンターテインメント、それがバトスピエクストリームゲーム。バトスピエクストリームゲームとは、カードゲームバトルスピリッツのユーザーが3人1組でチームを結成しバトルを行う。用意されたのは3つのステージ。1つ目の 3on3 ステージではユーザーチーム同士がバトルを行い、先に2勝したチームの勝利。勝利チームはガーディアンステージに進出。番組が用意した6名の資格ガーディアンからランダムに選ばれた3名全員に勝利すればキングステージに進出。最後はバトスピ最強バトラーキングに挑戦し、見事勝利を収めれば賞金100万円。それがバトスピエクストリームゲーム。前回世界チャンピオン美月と広島のお調子者熊八によるファーストバトルでまさかの大波乱。ヒグマクロアタック、ユガバギタタック、アタック、アタック。熊八の猛攻によりわずか6ターンライフを1点も削ることなく世界チャンピオン美月まさかの敗退。セカンドバトルではハムスターズ大吉が安定感のあるプレーで見事勝利。よかった。最終戦か。ここから先は俺の仕事。1勝1敗白熱する 3on3 ステージ。最終戦は互いにチームの戦略を構築する軍師同士の対決。事前の取材では気はあんまり強くないんでとその勝負弱さを心配されていた今日、表情からも緊張感が伝わってくる。それに対してレオンはお疲れ。大丈夫、ここから俺の仕事だ。負けてしまった仲間に優しく声をかけられるほどリラックスしている。ガーディアンステージ進出をかけた男同士の本気の戦い。果たして勝つのは？先攻ハムスターズ京さん、後攻つくも神レオンさん。ゲートオープン、開放。スタートステップ、ドローステップ、さあメインステップ、3コスト。また増殖が来ました。ブルブルベリー増殖ですね、京さんは。やはり環境トップに位置しますからね、増殖は。ブルブルベリーを召喚したということは召喚時増殖発揮で、はい、今オープン。リンゴスター召喚します。リンゴスターですね。はい、リンゴスターを召喚するためにはブルブルベリーをリンゴスターも増殖で、そうですか。超えてどんどん欲しいところまでたどり着ければといったところ。クーリンとオレンジをオレンジを召喚。オレンジを増殖発揮します。あー、フロマージュ来た。あ、ここはフロマージュでしょうね。異色の妖精フロマージュを召喚します。はい、これで効果破壊されないんで相手のデッキ次第ですが。そうですね。さあ対するレオンさんがこれでメインステップ終了で、ターン終了で、ではスタートステップ、コアステップ、ドローステップ。レオンさんどういうデッキなんだろメインステップ、どうするかな。メイドの魔女ヘレンを召喚。4コスト支払います。ヘレンの召喚時効果発揮。手札のマジックカードをオープンして、オープンした枚数1枚につきカード1枚とできます。上限3枚。絶好標準と変化で当山をオープン。
効果によりデッキから、カードを2枚ドローします。なので2枚ドローできます。1枚目、見せることによってドロ2ー枚目。そうです、手元にオもうこれープンすることで大量します。はい。絶好標準をバーストに伏せないでオープンするというのは結構手札があまり良くなかったのかなという。そうなんですね。見せたくないですね、やっぱね。バーストカードというのは手元にオープンしちゃうともうルール上バーストを伏せることができなくなります。そうなんですね。はい。スタート。コアステップ、ドローステップ、リフレッシュステップ。フロマージュのレベルをアップで、リンゴスター。でリンゴスターを召喚します。はい。リンゴスターの増殖を発揮で、はい。マンゴスティナ、ここは召マンゴ喚してステナをたんでしょうね。召喚し出た、ます。マンゴスティナ紹介しましたね。はいこれはこれ悩ましいね。マンゴスティナにソウルコアが乗っている状態で増殖が発揮して召喚された時ボイドからコア1個そのスピリットに置くことができます。結構だから増殖カードでコアが少なくなりますけど、これで解消できるんですもんね。下手したら無限に増殖します。そうですよね。これで一気にゲームエンドまで持ち込む可能性もありますが、もう一つコア欲しいかなというところですね。1コスト。3コスト2軽減で1コストでブルブルベリーを召喚します。さあフロマージュも。ブルブルベリーの増殖を発揮で、なるほど。はい。クーリン、ハムタン、まあここはハムタン。増殖をつなげなきゃクいけないので。リニを召喚します。そしてマンゴスティナマンゴスティナの効果でまず1コアブーストで、さあ今度はコスト3以下なのでちょっしますと増殖つながるか心配です。4とここで今日本が出てしまった。止まりますねやはり。マイトもぼっちで、はい。ブルブルベリーの時に出てくれれば召喚できたんですけどね。そうですマンゴスティナのレベルアップ。これでメインステップ終了。はい。で単終了で、今の増殖の仕方賭けなんですけど、ちょっとその賭けに失敗したかなと。今日さんまさかの引きの弱さがここで出たか。やっぱそうだったんですね。噂通りですね。マジックリバイブを使用4コスト支払います。効果デッキからカードを2枚ドローします。リバイブドローというのはもう一つの使い方がありまして、トラッシュにあるスピリットカード1枚手札に戻すということです。リバイブドローはトラッシュ。まあ今まだトラッシュにスピリットカードいませんのでバーストカードですね。ドローを選択したといったことです。ファースト設置された。私はこれでタイムします。スタートステップ、まあ、京さんも増殖なのでバーストを恐れず踏んでいくしかないので、そうですね。果敢にアタックする。リフレッシュステップ、さあリフレッシュされました。さあこれですよ、このタここかーらだね。ン一気に展開する可能性もありますが、マンゴスティナが出てるからな。4コスト2軽減、今やっぱオレンジを召喚します。さあオレンジの召喚時効果、増これ6殖を発揮。以下ですよ。これ出せますか？出せますね。おお。ただボンタンはボンタンで効果強いんですよ。これ迷ってますね今ね。迷ってますね。どっちを紹介しようか。というのは巨本出すとやっぱそこで増殖止まるので、じゃあボンタンをコアのことを考えるとおボンタンいった。タンの方マンゴスティナの効果で1コアブーストしコアがます。欲しいというところでしょうね。ボンタンの増殖を発揮、もう一回巨本出ることにかけると、 7番あ強いのが出た。ブルブルベリーが出た。ブルブルベリーが出ましたね。します。いやマンゴスティナの効果で1コアブーストで、マジこのコアブーストブルベリーの召喚時はい増殖、もう止まりませんこれ。止まらないっすね。あ、ドリアンバラドリアンバは出せないので楽なんですね。ラフランを召喚します。マンゴスティナの効果で1コアブースト、はい。はい。さあ並んできました。あります増殖。うわめちゃくちゃ。キマジン。キマジンが入ってますね。増殖の中では珍しいです。スターを召喚します。さすが京さんといったところでしょうか。面白い敵マンゴスティナの効果で7枚1コアブースト並んでま、すよ。あっという間にフェードがマンゴスティナの召喚時効果、増殖使います。はい。 3以下。あークーリン。いやブルブルベリーがレベル2なのでもう一度発揮することができます。そっか。召喚しないでブルブルベリーの効果を使います。出た。もう一度。もう一度増殖。引けるか。7番。オレンジを。 7番を召じゃあ喚できモンますね。タンだね。モンタンはコストが噛み合ってないので足らない召喚できません。 7番を召喚します。マンゴスティナの効果で1コアブースト、いやどんどんねもう8枚ですよ。 7番増殖を発揮します。コアも同時に増えてますから。出た。ついに巨本が出た。でラフラント。まあここは巨本でしょう。巨本、はい、召喚します。マ
マンゴステンは効果で1コアブーストで。はい、了解です。レベルを下げて2コスト。もう素手出した。コスト3軽減でコストフロマージュを手札にいたんだね。まあ召喚時ずっと続けなきゃいけないんで、出したいけど出せなかったっていうのはとはいえ結構揃いましたよ。効果破壊もできなくなりました。まだ出す1コストオレンジを3軽減でオレンジを召喚します。まだ増殖を続ける。ドリアルバ出したのかな。オレンジの召喚時効果増殖を発揮で。はい、ラフランフロマージュ。いやー終わったもうあと5枚。あっという間。もうここで決めるしかないじゃないですか、このターンでそろそろかけてんね京さん。慎重だけど賭けに出すぎてる。だけどこれいや本当失敗しちゃうともうデッキアウトです。デッキアウト、そうデッキアウトするからねちょっと自爆の可能性秘めてますよ相手がデッキ破壊みたいなことやってきたら結構もういや一発アウトです。召喚しないでブルベリーの効果で。はい、おーい、なるほど。じゃあ増殖します。マンゴスティラとなんだピタージャですね。いやこれはちょっと引けたのかな。マンゴスティラ召喚します。でフロマージュの効果で召喚できたんでピタージャ手札に加えます。はい、でマンゴスティラの効果で1コアブースト。はい、何が欲しかったんだ。ピタージャが欲しかったのかな。キョウさんってこれは迷走してるんですか？引きが悪い。多分その狙っているカードがあの3枚の中にあるんじゃないかなと。これもね、いやこれがねこの京さんの引きの悪さ。これは悲しい。いや見ましたね実物。まあなんなら一番下の可能性もありますからね。ありますよ。これどうなるこれ。京さんどうしたいんだろう。このターンで決まらなかったらキョウさんどうなっちゃうんですか？もうデッキアウトじゃないですか。この3体を破壊して6コストを軽減します。はい、で4コスト4軽減。0コストでピタージャを召喚します。はい、クリの破壊時効果オレンジを手札に加えます。ブルベリーレベルアップで。今ピタージャを召喚するときに5体まで好きなだけ破壊するんですけども、ちょっと待ってくださいよ。1コストもう一回行きましたよ。オレンジを召喚。狙ってる召喚時効果増殖を発揮します。ラスト1枚じゃないことを祈る。出てほしい。ドリアルバ狙ったのか。ドリアルバ狙った。はい、これは召喚できます。そのままフロマージュいるんで増殖したときにそうですね、破棄するカードも手札に行くんですよね。はい、召喚できたんでフロマージュを手札に加えます。これでしょ。これだね、ここだね。マンゴスティラの効果で1コアブースト。これで最後の最後で引けたんじゃないですか。引けたと思います。4点ですからね。ドリアルバ出したらそのままねライフに行けますもんね。とはいえ38枚目に気悪いな京さん。これはすごい。もう次のターンで終わっちゃうからな。コスト3軽減でキーマジンをブレイブ。そうだね、そこだね。ブレイブした。はい、4点になりました。はい。巨本4シンボルが2体。そしてピタージャも4なんで、あそこで8点抜けるね。レンジを消滅。これでアタックステップに入ります。次にアタックステップに。ファーストが何かによりフロマージュでアタック。そうですね、フラッシュないです。フラッシュないです。タイプでいきます。フラッシュなし。バースト。絶好標準。あ、ナイフ1点返し。あ、これでコストは払えないんで、こはい。これで絶好標準使えたんだ。絶好標準。1点回復したでこれで。どういくかだ。白鳥。ああでも無理だろう。白鳥キャルか。あ、でもそれでも1点足んないか。それでも1点足んないんですよ。なるほど。コアが1つ足りないんです。マンゴスティラでアタックします。そう、これでフラッシュないです。結局4個になるけれども、ここで4点抜かれちゃうから。ピタージャキマジンでアタック。ピタージャのこれ効果。手札から何か出るか。
ッシュからリミテッドバリアというものもあったりする。強制を持つスピリット手札に戻すことでレオンさんの回復します。回復ではしてさあ防御値のフラッシュタイミングはいどうぞ。ありますよ。何かありますよ。白鵬引きをしよう。白書分岐。なるほどシャーティシをこのターンならライフ1しか減りません。なるほど。やはり返しを持って受けた。なければライフで1点もらいます。やばいぞ。京さん。他にも京さんやばいぞ。中央ではいこれ4分間これば乗り切っとった自爆する可能性がある。リフレッシュ。レオンさんは多分デッキ上これライフ5点抜けないから京さんデッキなくなっちゃうよ。そうですね。あと1回耐えれば。多分レオンさんは何かしらドリアルバの効果を確認してもいいですか。はい何かしらスピリットを出して絶好標準を打てれば勝てるんだね。なるほど。だってあれ京さん1枚しかないんで次のターンドローしてもう1回自分のところにターンが戻ってきて負けちゃうから。デッキ破壊でもあろうもんだったら負けちゃうと思う。そうですね。でもコスト的に多分ここはいくつある。ではタイムします。はいスタート。ターンエンドまだ自爆ということはもうもう返せるんです。返せる。はい。リフレッシュステップ相手のアタックを通さない状態にしてから絶好標準打てるだけのコアの数もあります。ステップなるほどなるほど。さあ京さんもう京さんはこのターンしのがれたら負ける。負けです。リアルバイプロまでレベルアップさせた。ってことだからなんか持ってんのかな京さんも。まあ出し惜しみしてもしょうがないですからね。今日本も出しますね。 4軽減で巨本を召喚。はいマジのブレイブで最強の状態ですよこれ。いやーこれはどうだろうね。いやもう考えうる僕の増殖デッキで考える最強の状態ですけどね。軽減コストでマジンをドリアルバにはいレイブやれることはやろうと。アタックステップはいタージャでアタックはいアタック時効果強制を持つスピリットトラッシュから手札に加えることで回復します。あすいません飛ばしてみてもいいですか。あはいどうぞ。失礼します。これどっちなんだろうレオンさん。ありがとうございます。お願いします。効果破壊は狙えないので天下列島山はちょっと使えないですね。ではこちらフラッシュタイミング。はい新速戦車ソニックはスペースを3コスシャラって召喚します。何ですかこれは。召喚時効果破棄。これは召喚時効果スピードカードをトラッシュから全て除外していただきます。出た。お互いのなんですけども、トラッシュにあるカードを種類1つ指定します。今スピリットを指定してるので、トラッシュにあるスピリットを全てゲームから除外しなければいけないんです。もうこのゲームで使えない。ありがとうございます。はい。だからあそこはマジックカードだけしかない。ない。取って札のじゃあトラッシュから召喚するみたいなことはもうできないですね。そうですね。いやこれ増殖に対してきついな。相当きついと思います。除外場所はどこなんだろう。とりあえず寝るんじゃないの。じゃあ聞いた方がいい聞いた方がいい聞いた方がいいじゃん。聞いた方がいい聞いた方がいい。すいませんこれはドリアルバの効果の新速は疲労はしないようにします。するか開始時開始時に発揮してこのこのターンの間でしたっけ。あそうです。強制を持つスピリット1体につきマイナス3000するんですよ。この間しまった。なので今12345体いるので1万5000以下のスピリットは出てきた瞬間疲労です。なるほど。そうですね。はい。召喚時効果は発揮させてる。なのでブロックはできないのでさあここで返すマジックがなければっていうかソニックワスプでブロックしようとしてたんですね。多分そうだよね。これはそうだよね。はいこれはおそらくレオンさんケアリスミスかな。ちょっとミスった。はい。フラッシュないです。はいないです。じゃあライフでもらいます。出ます。忘れてた。忘
ション後の一緒にいやお前俺おごるわもう飯。頑張ったよ。残念。そっかダメなんか。いやー最後の最後までね増殖して聞きたかったのが出なかったですか。そうですね。結構敵がなくなっちゃいました。噂通り引き悪いですねやっぱねそしてレオンさん、はい、一番最後勝ったこと思いましたけどね。ちょっと効果の理解が及べなかったですね。戻されてたヘレンがいたんで、効果ちゃんと分かってたらヘレンで引いてワンチャンあればよかったかなぐらい。一進一退の攻防を制し、ハムスターズガーディアンステージ進出。さあということでですね、ガーディアンを1名倒せば挑戦チームにライフカウンターが3枚プレゼントされます、はい、さらに、2名倒せばですね来月の公認店大会への追加の記念品が皆さんにこれはあるということですね。なるほど、素晴らしいですね。さあそしてガーディアンをなんと3名見事倒すことにできたら最強プレイヤーキングへの挑戦権を獲得できます。さらにガーディアンはエクストリームカードという強力なカードが使用できるの。今回ハムスターズを迎え撃つガーディアンはこの3色。黄色のガーディアン降臨ヤッキー。バトスピ開発者の一人でホームページにて本気バトルを繰り広げている。カードを知り尽くした盤石な戦いぶりから鉄壁のマエストロの異名を持つ。そんなヤッキーに意気込みを聞いてみると、黄色の真骨頂である翻弄するような戦い方で勝っていきたいなと。こちらエクストリームカードを持ってるんで、キングの元に行くなんてことはもう絶対ありえないと思いますね。ブロックをさせずキマジンとのブレイブアタックで3点持っていきます。自信満々の黄色のガーディアンヤッキーに立ち向かうのは 3on3 ステージであっさり負けてしまった日本チャンピオン美月。バトル前はガーディアンを相手に思うようなプレーが展開できるか不安を隠すことができない美月だったのだが、ゲートオープン開放。さらに12進を花回り使用します、はい、でシンボルを1つずつ追加してバーリーでオゴット戻します、はい、オゴットで、はい、シンボルを増やします。で今4点3点です、はい、ハヌマーリンの効果でノーコストでアクセルを使用できる環境を整え、オンコットでシンボルを追加、バーリンでオンコットを回収、これを繰り返しタックします、はい、で5点です。このアタックに対しヤッキーはエクストリームカードを使用します、はい、エクストリームトリック、このターンの間相手のスピリットアルティメット全てのシンボルを0にします、その後自分のライフが5になるようにボイドからパワーを置きます。ありがとうございますマジか、はい、じゃあこれ減らないんですよね。はい、大豆です、はい、エクストリームカードで美月の5シンボルアタックをしのいだヤッキー。しかし次のターンで攻め込むことができず、このままエンドステップまで来まして、ターンエンドです、はい、ブロックをさせずキマジンとのブレイブアタックで3点持っていきますと試合前は意気込んでいたが、使用します、はい、マスター W シンボルになりました。はい、これでトリプルシンボルにします。そして破壊耐性をつけます。はい。で、これで5点分は5点並びました。こちらフラッシュないです。はい。じゃあそのアタックライフで受けます。はい。ありがとうございました。勝利。ハムスターズ美月さんの勝利です。バトスピ5月の陣収録に欠席したさくらゆき。大事な仮面女子ラブの一枠をレジェンド立花さんに奪われるなんて最悪。このままじゃあと一つの枠をアグレッシブ健太さんになっちゃうかもしれない。
OK。はい。今回の私がバトスピエクストリーゲームにぜひ出演してほしいとおすすめするメンバーはこの方です。どうぞ。お、なんだなんだ。ホームランを打ちました。仮面女子の猪狩智香です。特技はですね、月のまーちゃんのモノマネが月会の時の月のまーちゃん。お疲れ様、今日もありがとう。じゃあハート作ろう。大好きとか言わないよ、そんな安売りしないから。バイバイ。ゲートオープン、開放。では私から先行でいきます。レベル1で召喚します。エンドステップ、はい、ワンステップ、ドローステップ、メインステップ、フライングスネークを召喚。このスピリットの召喚で相手のスピリットの方に相手の無駄に乗せられるパワーを1レベルでアタック。ライフで受けます。シャズネークでアタック。ライフで受けます。フライングスネークでアタック。通常でアメジストドラゴンでアタック。これダブルシンボルだからライフでいけるとしたら2個でいけるしかない。2個ライフで、そしたら負けちゃうんですかね。本当に負けました。ちょっとどうしよう。もうなんか手も足も出なかったですよね。何？もうこんなカード全然わかんないよ。ごめんなさい、投げちゃった。すいません、本当すいません。大丈夫です。真面目です。バトスピニュース。さあここで降臨編第1章伝説の英雄ブースターパックについてのお知らせですよ。はい、降臨編第1章伝説の英雄はブースターパック8枚入り200円、自販機ブースター4枚入り100円となっております。ということで木山さん、おすすめカードの紹介お願いします。はい、では僕のおすすめカードこちらです、はい、伝説王者タイタスエルグランデです。降臨時にこのスピリットの降臨モードカードを破棄することで相手のデッキを破棄することができる。なるほど。でですね、一度に3枚まで降臨モードカードを破棄することができて、さらに破棄したカード1枚につき相手のデッキを10枚破棄できるので、なんとこれ最大ですよ、30枚の相手のデッキを一気に破棄することができるというド派手な効果を持ってますさらに降臨中のアタック時のコスト9以下のスピリットアルティメットを破壊する効果も持っているので、デッキを破棄して勝ちに行くか、ビルドを制圧して有利な局面を作っていくか、使い分けながらバトルを進められると。続いては5月に開催される公認店大会バトスピチャンピオンシップ 2017-3on3 参加応募権獲得戦のお知らせですと。はい、7月からですね、開催予定のバトスピチャンピオンシップ 2017-3on3 エリア予選大会の参加応募権が獲得できる大会を5月1日より全国の公認店舗でスタートいたしますと。5月1日から31日まで開催されるバトスピチャンピオンシップ 2017-3on3 参加応募権獲得戦では優勝者と準優勝者に7月から開催予定の全国大会バトスピチャンピオンシップ 2017-3on3 エリア予選大会参加応募権が漏れなくゲットできちゃいますということで、さらにですね、なんと優勝者には4月から引き続き強力裏 X レアこちらですと、高来亭エールクレルがもらえちゃいますと。いやすごいですね。オーバーボリュームですね。ゲットしていただきたい。ということで5月は公認大会に参加して全国大会を目指してみましょう。詳しくは公式ホームページをご覧ください。次回紫のガーディアン降臨。1ターン1ターンに全てを紫の極みですね。必殺ですねこれ。バトスピ知り尽くしてんすね。悪戦苦闘する美月。ちょっとやばいな。しかしします。うわーガーディアンやばいぞ。激闘を制するのはどっちだ。そしてついに100万円獲得かもしれない。